皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。Huawei Watch GT4 のファーストインプレッションということで今回お届けしたいと思います。前回出しましたファーストルックの動画ありますが、あれからだいたいですね1週間弱という感じになりますが、この間に歩数計の精度やバッテリー持ち、またこのディスプレイの屋外での視認性などいろいろ使用感など含めまして見てきました。というわけで前回に引き続きましてファーストルックの後のファーストインプレッションということで使用感をお届けしたいと思います。では本日も行ってみましょう。ではまず最初に Huawei Watch GT4 から搭載されましたボディメーカーという機能がどんな感じなのかご紹介したいと思います。このウォッチのですね左側にこのボディメーカーを配置しています。これはカスタマイズをしまして、この例えば2枚目に配置してもいいですし、1枚目でも大丈夫です。今表示していますのがボディメーカーのメーターみたいな感じになっていますが、まずですね、本日の場合、今200と出ています。これ食事というところにね、レ点が3つありますが、一番左側が朝食、真ん中が昼食、夕食という風になっていますので、今は朝食食べた後になりまして200キロカロリーですね。ということで、現在597と表示されていますけども、メーターを見まして0からこのグリーンの方ですね、針が振っている状態はいわゆる消費カロリーのが上回ってますよっていうことで、私自身の基礎代謝とかですね、活動のカロリー含めまして摂取カロリーよりも活動カロリーですね、そちらの方が上回ってますよっていう非常に良好な状態なんですね。で、逆にですね、赤の方に針が振っていきますと摂取カロリーオーバーということで、やっぱりね食べ過ぎですよっていう風になっています。この摂取カロリーの入力はファーウェイのヘルスケアのアプリありますけども、睡眠や運動の記録、皮膚温ですね、また血中酸素、そしてこの下に体重という項目があるんですが、その部分から摂取カロリーを入力する形になっています。そして体重の項目を開きますとこのような感じで表示されますね。このカロリー記録より上は見えなくしてありますけども、こんな感じで入力する画面があります。先ほどは朝食の部分200キロカロリーですね。私の場合は1937キロカロリーまでにしてくださいというふうに出ています。そして総消費カロリーとありますが、食べる量とバランスをとってくださいということが分かります。そして昼食のところを見ていただきますと、こんな感じで入力するわけですね。入力自体はね、こういう感じでやりますのでめんどくさいんですけども、例えば重いもの食べましたっていうことでね、1118とありますが、ちょっとねこれで入力してみたいと思いますが、一気に今こちらのメーター触れていきましたね。夕食もねこれぐらい食べましたということで入力しますと、こちら見ていただきますとすぐね動きましたけども、総摂取量は1929となりましたが、食べてる量自体は適正な量になっているかもしれません。消費カロリー少ないですよっていう状態になってますね。ですのでこれのメーターがなるべくこの0のところからできれば緑の方に触れていくと、カロリー管理に関しましては良好な状態ということになりますね。それがこういったね可視化されていつでも見える状態にあるっていうのはやっぱり分かりやすいということになりますね。すごく意識づけされるんじゃないかなと思います。ちなみにですけど、今このような文字盤を使っているんですけど、こちらの文字盤ですね、ボディメーカーの文字盤になりますが、常にこのように表示されていますので、周りの方から見られてしまうと嫌だっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、時計を見るたびにカロリーが今どんな感じなのかが分かりますので、めちゃめちゃ意識せざるを得ないなという気はしますね。ということでね、今まだ朝9時46分になりますので、これから消費をどんどん増やしていきますと、0のところから緑の方に入っていけばね、摂取カロリーオーバーになってませんということが分かるようになります。なかなかね面白い機能じゃないかなと思います。ただ自分でこのように入力していくっていうのがちょっとね手間はかかりますので、ウォッチ本体で入力が完結できればよりいいんじゃないかなと思いますが、残念ながらですね、ここに書いてありますが、スマートフォンでヘルスケアアプリを開き、体重管理、ダイエットログに移動して食事を記録してくださいということで、ファーウェイウォッチ GT4 では摂取カロリーの食事の記録をすることはできません。そして次の点になりますが、それはこのディスプレイの視認性に関してです。この文字盤であっても非常にね屋内でめちゃめちゃ綺麗に見えますし、そして自動調光機能もついていますので、明るい状態でも暗くなったとしてもその適正な状態に明るさを調整してくれるのもすごく便利です。ちなみにですね、今屋内でこのようにくっきりはっきりと見えていますけども、屋外でどんな感じで見えるのか撮影してきましたので、ぜひご覧ください。まずこの映像になりますけども、これは直射日光の状態で撮影したものになりまして、本当
当にね、ディスプレイはめちゃめちゃ明るく調整してくるので、本当にはっきりとくっきりと見ることができます。本当にね、申し分ないレベルの明るさとなっています。そしてちょっとね、影がある状態になりますけども、こちらでも日向と影の状態がこう入り混じっている、この状態でも本当に微調整していると思いますが、本当にはっきりとくっきりと見ることができます。とにかく自動調光機能が優秀になっているので、どんな状況下でもはっきり見ることができますので、よく屋内と屋外を行き来する方でもね、使い勝手が抜群じゃないかなと思います。ということで、このアモレットディスプレイ、明るさの面でも申し分ありませんし、この視認性、本当にね、抜群のクオリティとなっています。では次に毎度行っていますけども、歩数計の精度がどんな感じかということですね。計測の方法になりますけど、私自身が人力で10歩につき1回このようにカウントしていって、つまりこちらの数値が50になった時に500歩ということになります。この計測の方法でスマートウォッチの歩数計センサーが何歩と表示されるかを測定したものになっています。今回も全部で5回のテストを行っているんですけど、1回目の歩数センサーが499歩とね、本当に500歩に一歩迫るまでの差となりました。これはめちゃめちゃすごいですね。誤差は 0.2% というレベルとなっています。そして2回目は497歩。棒線引いてありますけども、これはですね、5回中一番最低の数値だったので、まず最低を除外してあります。そして3回目のテスト、これは500歩ジャストになっていて、誤差が0というね、驚異の成績だったんですね。ですので、これは5回中の最高の成績になっていますので、これも除外させていただきました。そして4回目と5回目、これ498、499とね、どちらも本当に500歩に迫るぐらいの成績となっていまして、誤差は 0.4%、もしくは 0.2% の誤差となっていました。ということで、この黄色の部分、0.3% の平均誤差ということになりました。この数値見ていただきますといかがでしょうか。ここ最近検証した中ではトップの成績となりまして、これをね、なかなか破るスマートウォッチは出てこないんじゃないかなと思っています。こういった結果に迫るものとしましては、同じメーカーのファーウェイバンド8っていうスマートバンドがあるんですが、おそらくこれに近いような成績が出るんじゃないかなと思いますが、ファーウェイの歩数計精度っていうのは圧倒的な精度になっているので、かなり驚いています。ということでね、歩数計の精度は本当に申し分ありませんので、ここの部分重視されている方にとっても、このファーウェイウォッチ GT4 圧倒的におすすめと言えます。次に気になる点としましては、バッテリーの持ちかもしれませんね。まず最初に AOD を使った状態でバッテリー持ちがどんな感じなのか、こちらの表になっています。AOD に関しましては3日間の検証をしています。100% になっている状態から24時間後ですね。この日は運動を全くせずに過ごしました。24時間後の残量は 89% となっていまして、前日差は 11% となっています。そして2日目になりますけども、この間に人のマークと60と書いてありますね。60分間 GPS を使った屋外ウォーキングをしたということになります。24時間後の残量は 74% ということで、前日差は 15% となっています。そして3日目になりますが、同じように屋外ウォーキングを1時間行っていまして、24時間後の残量ですね、60% ということで、前日差は 14%。この結果からですね、平均しますと1日あたり 13% のバッテリー消費ということが弾き出されました。これをですね、100% からどれぐらいで使い切れるかということを推定しますと、おおよそですね、7日から8日という結果になりますね。つまり1週間強持つということになります。この間にヘルスケア関連はできる限りオンになっていまして、しかも通知もバンバン来るような状態になっているので、結構ね、過酷な状態で使っているんですけど、1週間強持つっていうのはちょっと脅威じゃないかなと思います。ここ最近のスマートウォッチの中では、本当にこれもトップクラスとなっています。AOD を使った場合、大体ね、よくて3日4日っていうのが多いんですけども、1週間ちょっと持つっていうのはなかなか出てこないので、本当にファーウェイのバッテリーのマネジメントっていうのはすごくいいなと思います。そして次に AOD をこのように使わない状態、普段使いした場合ですね、こちらの表になります。バッテリー残量は 60% の状態からスタートしていまして、屋外ウォーキング1時間行って残量は1日目 51% となっていました。前日差は 9%、そして2
2日目も同じように屋外ウォーキングを GPS を使ったものが1時間行われまして、残量が 42% で、前日はやはり同じ 9% となっていました。おそらくこれ2日続けて 9% ということですので、こういった感じで進むんだろうなということを見越しまして、1日あたり平均は 9% の消費ということになりますね。ということでね、100% 満充電からもし使った場合になりますが、おおよそ11日ほど持つという、そういった結果になりました。交渉値では14日間ということになりますけど、そこまでいかないにしても11日持つっていうのはね、ほぼほぼもう十分じゃないかなというレベルですね。この結果からいろいろ評価してみますと、AOD を使った場合と AOD を使わなかった場合のバッテリー消費っていうのは、決してね、そんなに大きくないなというのを分かりました。つまり AOD を使っていてもバッテリーのマネジメントすごく良くなっているので、せっかくですのでこの AOD のクオリティめちゃめちゃ高いのもありますので、普段からねどんどん使っていただいてもいいんじゃないかなと思います。ちなみに今、ね、AOD の状態から通常のモードに復帰しますとこんな感じですね。ほとんどね違いがないぐらい情報を残してくれるので、通常の文字盤に近い状態に AOD をしてくれるのすごくいいですね。では最後にですね、気になるところとしましては、LINE の通知がどんな感じで来るのか、その挙動になります。この状態にしまして、まず LINE の音声通話の着信、そして LINE のメッセージがどんな感じで通知されるのかご覧ください。では最初に LINE の音声通話の着信テストをやっていきたいと思います。発信しました。来ましたね。まずバイブがずっと今振動してくれています。そして公式のアイコン使っていますが、ちょっと画面消えてしましたね。何か来たなっていうのははっきりわかるようになっていました。そして LINE の音声通話に出なかったということで切ってみたいと思います。はい。切りましたら、ちゃんとね、不在着信通知が来ましたね。LINE の公式のアイコンを使って表示されています。では続けて LINE のメッセージがどんな感じで表示されるのかご覧ください。では発信します。はい。来ましたね。公式のアイコンと、そしていつもありがとうございますの後に絵文字ちゃんと表示されています。そして返信もすぐできるようになっていまして、了解とか分かったとかね。この辺は定型文自分でアレンジすることができますけども、例えば了解と返してみたいと思います。そうしますとね、こちらに出ていますが、いつもありがとうございますと送った側に了解ですよと送ったものが表示されていますので、ちゃんと返信できていることが分かります。そして最後にスタンプが表示されるかも見ていきたいと思います。では送ってみたいと思います。来ましたね。ガジログがスタンプを送信しましたとありますが、どんなものが送られたのかまではわかりませんね。後でスマホで確認してくださいということになると思います。ちなみに絵文字、こんな感じでね、いろいろ入っていますね。では、これを送り返してみたいと思います。送ったスタンプはこの OK というものになりますが、こっちから送り返したものをね、しっかり送られています。というわけで今回、Huawei Watch GT4 のファーストインプレッションということで、いろんな機能を見てきましたけども、いかがだったでしょうか。このカロリーメーカーもそうですし、歩数計の精度やバッテリー持ち、ディスプレイの視認性もそうですけども、本当に申し分ないクオリティになってるんじゃないかなと思います。そしてですね、このボディの質感、前回のファーストルックでもご紹介しましたが、八角形のこのステンレスボディですね、本当に質感が高くて満足度めちゃめちゃ高いなと思います。これが3800円で今販売されているんですけども、ここ最近は円安の傾向になっていますが、ファーウェイとしましてはお値段をあんまり上げてきてないんじゃないかなっていう気はしますね。もしね、これが29,800円というともっと訴求力っていうのは高いと思いますけども、ご興味ありましたら概要欄でリンクがありますので、ぜひ現在の価格含めまして詳細をご覧ください。そしてより詳しいスペックやまたファーストルックの動画まだ見てないよってことであればね、概要欄にリンクありますので、そちらも合わせてご覧ください。この動画良かったよってことであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。